皆さんこんにちは。チャンネルへようこそ。アニメや文化が好きで、よし、日本語を勉強しようと決心したものの、その次に来る大きな壁、一体どこから始めればいいんだろうと悩んでいませんか？日本語を学ぶことで剥げる新しい世界の扉について考えてみましょう。好きなアニメを字幕なしで理解したり、日本の美しい景色の中を旅行したり、新しい友達と文化について深く語り合ったり、その素晴らしい未来を想像することが学習のモチベーションを保つ最初の鍵となります。この動画の目標はシンプルで明確、そして効果的な学習プランを提供することです。何を学ぶべきかを分解し、その後、実際に続けられる簡単な日々のルーティンをどう作るかをお見せします。圧倒されそうになる気持ちを確かな自信に変えていきましょう。これは無駄のないステップバイステップのガイドになります。この動画が終わる頃には、初日から最初の本当の会話まで、あなたの日本語学習の旅のための明確なロードマップが手に入っているでしょう。そして、このルーティンを強力にサポートするツールも後ほど紹介します。さて、学習プランの最初は文字です。日本語にはひらがな、カタカナ、そして漢字という3つの文字システムがあります。これらを順番に学ぶことがすべての基礎を築く上で非常に重要です。まずは最も基本的で頻繁に使われるひらがなから始めましょう。ひらがなは日本語の音を表すための46文字からなる表音文字です。これをマスターすれば、理論上はどんな日本語の単語でも読み書きできるようになります。フラッシュカードや書き取り練習アプリを使って毎日少しずつ確実に覚えるのがおすすめです。次に学ぶのがカタカナです。ひらがなと全く同じ音を表しますが、主に外来語や擬音語、そして特定の単語を強調したいときに使われます。最初は混乱するかもしれませんが、ひらがなとセットで覚えることで読める日本語の幅がぐっと広がります。そして最後に、多くの学習者が挑戦と感じる漢字です。これらは意味を持つ文字で数千種類ありますが、一度に全てを覚える必要はありません。最初は日常生活でよく使われる基本的なものから少しずつ学んでいくのが現実的なアプローチです。漢字学習を効率的に進めるコツは、部首を理解することです。部首は多くの漢字に共通して使われる部分的なパーツで、それぞれが特定の意味のカテゴリーを持っています。部首を知ることで、未知の漢字の意味を推測しやすくなり、記憶の助けにもなります。文字の基礎ができたら、次は語彙と文法です。これらは言語の核となる部分で、両方をバランスよく学ぶことが流暢な日本語への道を開きます。どちらか一方だけでは完全なコミュニケーションは成り立ちません。効果的な語彙の増やし方は単に単語帳を暗記するだけではありません。単語が実際に使われている例文の中で覚える文脈学習が非常に有効です。そうすることで単語の正しい使い方やニュアンスも同時に学ぶことができます。しかし、この膨大な情報をどうやって効率的に記憶し、管理するのでしょうか。ここでスマートな学習ツールが進化を発揮します。そのために今日のスポンサーであるもっち漢字を紹介します。ここからは毎日の日本語学習ルーティンに欠かせない素晴らしいアプリを紹介します。もち漢字 Learn Japanese という漢字と語彙に特化したアプリです。このアプリのすごいところは、学習パスに真剣に従えば、1ヶ月で1000の漢字と語彙を覚えるという目標を達成する手助けをしてくれる点です。アプリを初めて開くと、まずあなたの日本語レベルや学習目的について簡単な質問があります。これに答えるだけで、あなたにぴったりの学習コースを自動で設定してくれます。本当に親切ですよね。これがメインの学習画面です。JLPT の N5 から N2 までのコースや教科書に合わせた語彙コースがたくさんあります。レッスンは短いトピックに分かれていて、
毎日少しずつ無理なく進めることができます。各レッスンでは単語と漢字を画像、音声、例文付きのフラッシュカードで学びます。とてもわかりやすいです。さらにインタラクティブなクイズを通して楽しく練習するので記憶に定着しやすくなっています。そして持ち漢字は覚えた単語を5つの記憶レベルに分けて管理します。レベル1は学習したばかり、レベル5は長期記憶です。自分の進歩が一目でわかるのがモチベーションにつながります。各単語のレベルはデジタルノートで確認できます。でも、このアプリが本当に特別な理由は、このゴールデンタイム機能です。これは感覚反復、つまり脳が忘れかける最適なタイミングで復習を促す科学的に証明された学習方法にピノづいています。持ち漢字は個人の学習履歴を分析してゴールデンタイムを計算します。そしてホーム画面のタイマーやスマホの通知で今が復習のベストタイミングですよと教えてくれるんです。これで学んだことを忘れる心配がなくなります。もう一つの便利な機能は J ディクショナリーです。わからない単語を調べてそのまま自分のノートに保存し、ゴールデンタイムで復習することができます。日常生活で出会った新しい言葉も無駄にしません。そして漢字学習に特化した漢字の書き取り練習機能も素晴らしいです。N5 から N2 レベルの漢字や常用漢字を書き順のアニメーションを見ながら練習できます。正しい形と書き順を体で覚えるのにとても役立ちます。語彙と漢字だけでなく、会話の練習もできます。スピーキング練習では AI と会話して発音をチェックしてもらえます。趣味は何ですか？漫画が好きです。いいですね。このように持ち漢字は語彙、漢字、そして会話まで日本語学習を総合的にサポートしてくれます。皆さんもぜひこのアプリを試してみてください。説明欄にダウンロードリンクがあります。または App Store、Google Play、ウェブサイトでもアプリを見つけられます。文法は単語を正しく並べて意味のある文を作るためのルールです。日本語の文法は主語、目的語、動詞という語順が基本です。また、はやがといった助詞が文の中で非常に重要な役割を果たすため、その使い方をしっかり理解することが大切です。初心者が最初に学ぶべき文法には、ですやますを使った丁寧な文の作り方や基本的な質問の仕方などがあります。これらのシンプルな文法をマスターするだけで自己紹介や簡単な会話ができるようになり、大きな自信につながります。独学で進める場合、信頼できる教科書やリソースを手元に置くことが学習の質を大きく左右します。これらは知識を体系的に整理し、学習者が道に迷わないようにするための地図の役割を果たしてくれます。知識をインプットするだけでなく、アクティブなスキル練習も必要です。その一つがリスニングです。初心者向けのポッドキャストや子供向けのアニメなどを利用して、毎日少しでも日本語の自然なリズムやイントネーションに耳を鳴らす習慣をつけましょう。リスニングには、ただ聞き流すパッシブリスニングと、内容を意識して聞くアクティブリスニングがあります。初心者の段階では何を言っているのか集中して聞き取り、スクリプトで確認するようなアクティブリスニングが特に効果的です。そしてもちろん、スピーキングの練習も欠かせません。インプットした知識をアウトプットすることで、記憶はより強固になります。間違いを恐れずに、声に出して単語やフレーズを繰り返すことが、流暢さへの第一歩です。スピーキング練習の具体的な方法として、シャドーイングが非常に効果的です。これは、日本語の音声を聞きながら、少し遅れて影、シャドウのように真似して発音する練習法です。これにより発音、リズム、イントネーションが劇的に向上します。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。
さて、計画とツールが揃ったところで、簡単な日々のルーティンとは具体的にどんなものでしょうか。最も重要なのは量より継続です。週に一度4時間勉強するより、毎日30分の方がずっと効果的です。ここで提案する30分のルーティンはあくまでテンプレートです。大切なのは自分のライフスタイルに合わせて柔軟に調整することです。朝15分、夜15分のように分割するのも良いですし、週末にもう少し時間を加えるのも素晴らしい方法です。具体的な30分のルーティンです。最初の10分は持ち漢字でゴールデンタイムの復習をします。次に15分で新しいレッスンを一つ学び、最後の5分で漢字の書き取り練習をします。これだけで主要な学習要素を毎日カバーできます。学習時間を超えて日本語に触れる機会を日常に組み込むことも上達を加速させます。例えば、スマートフォンの言語設定を日本語に変えたり、通勤中に日本の音楽を聴いたりするだけでも効果的なインプットになります。はい。というわけで、明確な計画と素晴らしいツールを使ったシンプルな日々のルーティンでした。これで皆さんが始めるために必要なものはすべて揃いました。この動画をスポンサーしてくれたもち漢字に心から感謝します。説明欄のリンクからぜひチェックしてみてください。見てくれてありがとう。また次の動画で会いましょう。